下から炊いて、お風呂に入ったこともありますし、また、我々は、前にもお話ししたように、飯盒一杯で、この、口をゆすぎ、頭を洗い、そして体からを洗うという、そんな風なことを覚えました。これは、我々がソ連の兵隊のやることを見て覚えたわけなんです。水のない国というのは、その使い方は実に上手に、水を使って、います。我々は日本人というのはやっぱりこの風呂については相当贅沢のような感じがします。またシベリアで帰る途中で一度お風呂に入りましたけれども、これは上からシャワーになってどんどん水が落ちてきますので、それで、軟骨中体か一度にずっと入れるわけですね。そういうふうなやり方は日本の風呂と違って実践的だと、こんなふうに感じたことは前にお話ししました。初めの収容所だったか、次の収容所であった。初めの収容所であったか、次の収容所だったか、ちょっとそれは忘れてしまいましたけれども、とにかく松林の中に、兵隊の宿舎がありまして、そこへ、天井を白く塗りに、出かけました。その塗料は汽石灰に水を入れまして、そして、小石灰にして、そのままそれを塗るわけです。普通一般の塗料ではありません。で、よくこのソ連の人は白く塗るのが好きのようで、外側とか、あと石ですね。庭の石なんかよく白く染めます。それで、見たときにはどんな塗料かなと思ったんですけれども、実際やってみますと、汽石灰を水に溶かして小石灰にして、そのまま天井に塗りつけるとこんな風な作業です。で、こうやりますと、もちろんそういう石灰ですから、下によどんだものなんかはそれこそザラザラのもんですが、よくかき混ぜてやれと、こういうふうなことだったんでやったんです。そうしますと、天井に向けて天井へ塗るんですから、もうバラバラその塗料は落ちるし、ザラザラのやつですからバラバラ落ちてきまして、相当それに首も痛くなりましてね、相当の作業でした。でもちょっとでも残すと
なんとなく私は気持ちが悪いと思いましたんで、上手に塗ろうと思いまして、一生懸命に塗りました。もう首が痛くなって、作業が終わってから首が痛い痛いって言ったことを覚えてます。まあしかし一生懸命やったせいでしょうか。兵隊も見ていたソ連の兵隊も文句言いませんでして、そして、我々を監視しながらギターなんか下手なギターでしたけれども弾いてました。でこれも前にお話ししましたが、私もギターでもできればその時に弾いてそうして、聴かせてやったかもしれません。気持ちも随分そうすれば和んだもんだと思っておりますけれども、ギターの目なんかはなかなかそういう塗料ですから詰まって、ムラになってしまってよく塗れないんですね。それで夢中になって丁寧に塗りました。そうしましたら、また次の日に、私がその作業に出かけなきゃならないというような羽目になったもんですから、なんで俺ばっかりと少し文句言ってしまったんです。嫌だなって。そうしましたら、私に行ってこいっていう人は、なんかとても熱心に上手に塗ったそうだねなんてそんなようなことを言われましてね、そうかそんなのって言ってまた出かけまして、天井を塗ることを完成しましたけれども、やっぱりどこで見てるんでしょうかね。不思議だなぁと思うわけです。全くものが隠密にというか進むんですね。デマがあると思うとそれが本当だったし、それはそうかねと思うといつの間にかそんな風になってしまったりですね。誰が見てるのかなと思っても誰か見てるとかね。前もお話したように、絡んだしなんていう言葉なんか、一緒に行った兵隊が知ってたりですね。謎に包まれたような、そんな風な、感じが、しました。不思議な国だとこんな風に、思いました。その塗料のハケなんて今の日本でありますような毛ハケではなくて、何かそうですね、藁みたいような植物を束ねたものですね。それでギシ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 やるわけです。顔中、目に当たらないようにそれも気をつけましたし、メガネかけてましたから、直接には入りませんでしたけども見えなくなってしまいますし、顔の首あたりには随分タラタラと塗料が流れてきましてね、それこそ塗料屋さんっていうのはもともとですね、服やなんかその他もう汚れてしまいますね。我々着替えがありませんのでもうそのままですから、あまりいい作業ではないんですよ。皆も嫌がったのかもしれません。しかしよくやってるとこういうふうに言われますとね、そういう時には人情でね、この次もうまく、きれいに塗ってやろうとこんなふうに思ったんです。日本に帰りまして塗料などを
扱ってみたり、それから、印刷なんか、塗料と同じですね。印刷インキなんかこう扱ってみますと、いやー、あの時は大変だったと、そういうふうに思いましてね。どうも、そのことを思い出すからもちろん、忘れるということはありません。白い塗料を使うたびに、白い塗料にお目にかかるたびに、会うたびに、その、当時の、塗料を思い出しましてね、思い出すわけです。